おはようございます。たかしです。本日は9月13日火曜日、ただいま9時55分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足は大きめの陽線になっております。ここ、金曜日の高値を抜けてきたんで、基本的には上を目指していくと考えるんですが、今この辺が意識されてますよね。このヒゲ先ですね。ということは次上昇してきても、次はこの先端、そしてこの先端と意識されてくると思いますので、今はその辺に注意しながらのトレードをしていくといいかもしれませんね。現在はだいぶ高値圏というところで、そろそろ乱高下が起こりそうなところですので、その辺には注意ですが、基本的にはここの高値も抜けてきましたし、金曜日の高値も抜けてきたというところで、まだまだ上を目指すんじゃないのかなと見えます。ただ、ストキャスティクスは高値圏にありますので、ここから長期のロングはあまりおすすめはできないですね。ロングをしてもいつ下落するかがわかんないので、短期で利確していくのがいいと思ってます。MACD に関しては結構強めですので、まだ上昇しそうというところで、下げても下げ渋るんだろうなという、そんな感じですね。大きく下げるという印象ではなく、じりじりと下げ渋りながら下げていく、そんな調整の下げが起これば、そこからは押し目買いで狙っていきたいところです。とは言ってもやっぱり高値圏にありますので、上がったり下がったりっていうのを繰り返しながら上昇するのか、それとも大きくズドンと抜けてくる可能性もあるんですけれども、基本的には下がったところを買っていけばその波には乗っていけるのかなと思いますが、高値圏なのでその振れ幅が大きくなるっていうところも考慮してトレードしていく必要がありますね。では4時間足です。この過去の高値を上抜けてきました。上抜けたといってもわずかなんですよね。なのでもう少し明確に上抜けてほしいところではあるんですが、一応この先週の高値というところも一旦上抜けて、今そこがサポートに変わるかどうかというところですね。過去のこの高値を上抜け、そして先週の高値も上抜けというところで、この辺に今レジスタンスラインがあったんですが、そこを上抜けてきましたので、ここがサポートに変わればそこからのもう一段上昇を考えたいんですが、日足のストキャスティクスもそうですが、4時間足も今高値圏ですので、ここから積極的にロングを狙っていくのはちょっと怖いですね。そしてマクディが少し怪しいんですよね。今ここから下落して上昇してきてるんですが、マクディはずっと下向きから横ばいというところで、もしここで怪しい動きをするなら、マクディがまだもう一段と下落の方向に向かっていきますので、そうなるとダイバージェンスが発生というところで、ここから比較的大きめの下落になっていく可能性がありますので、まだ上を目指すんだろうと思いますが、ロングは慎重にというところですね。逆にショートの優位線は上がってきていると思います。まだ日足のマックディが強いので、今すぐのショートというよりも、もう少しここで揉み合いを続けて、上げ止まりを見せるのであれば、そこからのショートエントリー、そしてこの平行チャンネルの上限ぐらいまでですね、この辺までの下落は考えられそうです。今、この紫のラインが1時間足の目線切り替えポイントになるんですが、ここまでは下げる余地があるというところですね。164.3 付近までは下げてくる可能性があるんですが、今のところ強く上昇してますので、深めの押しを作るにしても、ここでの一旦上げ止まりを見せてからの下落になってきますので、今4時間足のストキャスティクスはデッドクロスはしてるんですが、クロスの仕方が弱いので、もう少しここで上げ渋るような動きを起こして、もう少し垂れてくると、一旦の下落をするんじゃないのかなというふうにも見えます。ただやはり今基本的には上昇トレンド中ですので、安易なショートは控えた方がいいと思いますので、もしショートエントリーをするならしっかりと昨日の高値まで引きつけてのエントリーとかを狙っていくのがいいと思います。では1時間足です。1時間足見るとかなり上値が重いのがわかりますよね。ヒゲが連発しております。今までの強い上昇があったのですが、ここでエリオット波動の1、2、3、4、5みたいなのが完成して、そこからの修正波に入るのかなというふうにも見えます。ただエリオット波動を取るには1波がどこにあるのかっていうのがちょっとよくわからないんですが、この辺で1、2、3、4、5なのか。ただイメージとしてはそんな感じですね。1、2、3、4、5となって、そこからの修正波に入りそうな雰囲気ではありますね。ただ一旦ここを上抜けてきてますので、この辺 166.2 付近、この辺を明確に下抜けてから、そこから一旦はこの辺ぐらいまでですね、165.2 ぐらいまで、この辺の揉み合っているこのゾーンですね、この安値付近、この辺にラインが引けますので、こんな感じですよね。今緑のラインを引いてますが、165.2 付近、この辺付近ま
までの、下落を狙えそう。そしてここを下抜けてくると次はこの紫のライン 164.3 付近までの下落を狙えそうというところで、ただこの紫のラインっていうのは1時間足の目線切り替えポイントですので、ここまで下がってくると強めの押し目買いが入ってくると思いますので、ここは押し目買いポイントになってきますね。現在は高値圏で分かりにくい動きをしてますが、上髭を見てると一旦下落しそうにも見えますので、その場合はここの高値ですね、166.2 付近を明確に下抜けてからの戻り売りで、この緑ラインの 165.2 付近まで狙っていくのは可能だとは思いますが、今日はあまり値動きが出ない可能性もありますので、無理なトレードは控えた方がいいかなとは個人的に考えてます。上位足はまた上昇しそうというところで、基本的には押し目買いの方が強いと思うんですね。ただ日足4時間足のインジケーターが少しずつ怪しくなってきたっていうのも事実ですので、また1時間足のこういった上髭ですね、この辺を見ててもやはり一旦下落したそうだなっていうのは感じますので、昨日の高値付近まで来たところではショートエントリー、もしくは先ほど言ってたこのラインを下抜けてからのショートエントリーを短く取っていくのがいいと思ってます。また深く押したところは次は押し目買いポイントになってきますので、その辺では逆に押し目買いで狙っていくのがいいんじゃないでしょうか。本日は方向感のない分かりにくい動きにもなりそうですが、中長期的にはまだ上方向に行くと思ってます。ただ短期的には下落もありだと思ってますので、その辺でトレードしていければと考えております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。